されども、今回は豚肉を使ったラグーのパスタを作っていこうと思います。ラグーって何ぞやっていう人もいると思うので、簡単に説明すると煮込み料理です。それのフランス語です。じゃあ実際、どんなものがそれに当たるのかっていうと、もうこれは本当に煮込んだもの全てがそれに該当するんですけども、分かりやすいので言うとボロネーゼとかですよね。あれは、なんかフランスのラグーがイタリアで発展したみたいな説もあるみたいなんですけどね。そんな感じです。そして適当に切り分けた豚バラ肉をジップロックに入れて、マデイラワインとあと赤ワインで一晩ほど漬け込んでいきます。それでこのラグーは赤ワインだけでもちろん作れるんですけども、マデイラワインと割ることで、マデイラって甘みのあるお酒なんですね。でその甘みとあとは香ばしさ、程よい熟成香があるので、これがね加わることで全然また違った表情の煮込み料理になります。そして今回は1本使い切りの分量でやってるんですけども、これ少し量減らして仕込んで、余った分はアルコールとしてね飲んで楽しむこともできるんで、1本ねやっぱお家にあると結構いろいろと使えて、これもまたいいんじゃないかなと思います。これら今玉ねぎと人参、それとですね、セロリですね、香味野菜、みじん切りで一応カットしてソフリットを作るんですけども、作業としてね時間がかかるのといえばここぐらいですかね。煮込む時間はもちろん時間かかるんですけども、実際につきっきりでやる作業で時間かかるのはこれぐらいですかね。これもしかも包丁でやるのはねちょっとめんどくさいっていうことであれば、もしロボクープとかお家にあったりする人もいると思うんで、それでね回してしまえば一発かと思います。ロボクープってよりブンブンチョッパーですかね。ということで、これ今塩をしているのは前日に漬け込んでおいたお肉です。それを液体とお肉で分けて、塩をしてから小麦粉をまぶしてこの後焼いていくといった流れです。このね小麦粉もしっかりとまんべんなくつけておいた方がなおね仕上がりっていうのは良くなります。そしてフライパンを準備して、この油はねやっぱりほどほどしっかりとひいた方がいいと思います。小麦を振ってる分ちょっと焦げやすくもなるので、まんべんなく色がつきづらかったりするんですよね。やっぱり油の量がちょっとケチってしまうと。それであとは全面をしっかりと香ばしく焼いていきます。なんでしょう、焼いてすぐこのお肉を食べるわけではなくて、この後煮込んでいくのでしっかりと焼き色をつけた方がいいです。なんならね多少焦げてても全然問題ないです。正直その焼いた焼き色っていうのが煮込みの液体に移るので、そこの方が優先順位としては高いんじゃないかなと思う次第です。焼き上がったお肉やあとは液体、これらは全部入るぐらいの鍋を用意して、ソフリットを中火で炒めていきます。まずここでしっかりと野菜の甘みを出しておくことが一つポイントですかね。
ある程度炒まって野菜だけ食べても美味しいっていうぐらいの状態になったら、漬け込んでおいた液体の方の赤ワインとマデイラですね、一旦沸かして、アクが結構ね出てくるんで、これアクをしっかりと取り除きます。そして沸かすことでアルコール分がねある程度こう揮発するので、その後にお肉を加えていきます。そしたらトマトのホール缶を加えて、あとローリエ、これらを全部入ったら弱火でだいたい3時間ぐらいですかね。場合によっては5、6時間かかる時もあります。というわけで、だいたい4時間ぐらい今回は煮込みましたね。それで、煮込んだ状態がこちら。柔らか。で、煮込んでる間も完全に目離してるとちょっとね鍋底に当たっちゃうんですよね、このソフリットのみじん切りの野菜が。なので、たまに1時間に1回ぐらい来て鍋底をこうしっかりと確認はした方が焦げ付きづらいと思います。そして粗熱が取れたら冷蔵庫へしまって一晩寝かせます。一晩寝かすとは言ったんですけども、絶対寝かさなきゃいけないわけではもちろんなくて、その日のね夕飯時に仕上がったらそのまま食べても全然美味しいと思いますし、ただなんでしょうね、実際保存は効きますんで、あと寝かせた方がね味わいもこう馴染んだりもするんですよね。なんで楽しみ方はそれぞれあるかなとも思ってます。というわけで、この後はこのままみじん切りにしたニンニクを用意して、あとはパスタを茹でる鍋ですね、これらもしっかりと準備して仕上げに入っていきます。そしてニンニクは弱火でじっくりと香りを出してから、その後にラグーのソースを加えていきます。だいたいそうですね、お好みなんですけど1人当たりお肉も含めて今回これで 80g から 100g ぐらいは入ったかなと思います。これねこのままだとちょっと重たいんで、少し茹で汁とかで伸ばすことをおすすめします。パスタはスパゲッティーニでももちろんいいんですけど、今回は、タリアテレにしてます。単純にこういった肉系のソースに対して個人的に好みなのと、やっぱソースにこうパスタが負けない感じがしてね、いいんですよね。だいたい表記よりも1分から1分半ぐらい前に引き上げて、少しソースの中で味をに含ませるような感じで絡めます。こんな感じで結構パスタに絡まるような色合いになってきたら頃合いですね。というわけで盛り付けドレッシングいきます。やっぱりパルミジャーノがっつり振るっていうのはこうおすすめですね。外せないんじゃないかなと思います。あともし、黒胡椒を粗く砕いたのがあったらそれをかけたらね、これがまたいいんですよ。うまいな、マデイラとジンジャーエールの組み合わせ。いやこれはね最高にうまいんで、ぜひ試してみてほしいですね。なんといってもね、このマデイラが加わることによって香りが全然変わりますね。全体的に底上げされるような豚肉だったり入ってるトマト、他の香味野菜、これらはね全部こう相乗効果のような感じでめちゃくちゃうまい。普通にご飯にかけても絶対うまい。
絶対うまいこれは。なんとも言えない熟成感だったり香ばしい香り、マデイラの特徴がしっかりと出ててすごいいい仕上がり。というわけでマデイラワインを使ったラグーのパスタでした。概要欄にリンク貼ってありますので、よかったらそちらも覗いてみてください。それじゃまた次回の動画でお会いしましょう。アビアント。